皆さんこんにちは、シオネルです。私は今日から2日間釧網線と道東を楽しむ旅に出かけます。北海道は車移動が主流だと思いますが、私は運転ができないので車なしで満喫する予定です。旅の始まりは女満別空港から。女満別空港線に乗ってまずは網走バスターミナル駅へ。女満別空港線は飛行機の到着に合わせて運行してくれるのでとっても便利です。ここで自転車を借りることができます。じゃあ早速出発します。まずは網走に来たからには行ってみたかった場所へ。網走川に架かる鏡橋を渡ります。緊張する。こちらが網走刑務所の正門前にやってきました。ちょっとね、身の引き締まる思いで今ここに立っています。背が高くて中は見えません。正門の目の前には刑務所作業の製品展示場があります。そして次には武道館ですね。近くに来てみて分かったんですが、これ多分門を開けると下に下る感じになっていて、少し高い位置にこの正門が設けられていることが分かります。小さい門もありますね。これは何用なんだろう。刑務所近くの網走川では釣りをしている子どもたちがいました。ザ・地元という感じですね。急に結構な坂道です。うわー、これは電動自転車じゃないと厳しいと思います。私はバッチリ電動アシスト自転車です。伝わるかな。知床は熊が出るってCA さんも言ってたんですけど、ここにももしかして出るのかな。逃げられるだけの体力は残しておかないとなっていう気持ちではあります。倒木してない？通っていいの？オホーツク流氷館に到着。名称テント山山頂にあります。すごい、海の中に潜っていく感じ。海底に着くと大きなスクリーンに映し出される美しい海中ライブを楽しめます。そしてオホーツク海に生息する海の仲間たちともご挨拶。オオカミウオは現在ここでしか見れないそう。顔は怖いけどなんだか可愛いです。流氷の天使と言われるクリオネもいます。そしてここの名物、縛れ体験。マイナス15度の室内で濡れたタオルを凍らせることができるらしいです。じゃあマイナス15度の世界に。うおー、寒い。鼻で呼吸した時に息がてか鼻がちょっと痛いぐらい寒いです。これはね、防寒具体験も兼ねて流氷に近づくともっと寒いです。うわすごい。これ全部今年の3月に網走から持ってきた流氷だそうです。こんな感じで実際にはキツネとかアザラシもいるみたいですね。うわ、冷たっ。ちょっと結構寒すぎるので早めにタオルを凍らせちゃいたいと思います。固まった。カチカチです。マイナス15度体感してきたんですけど、手がかじかむぐらい本当に痛くて我慢できなくなってすぐ出ちゃったんですけど、もう一回入りたいですね。そして屋上からはテント山から見える絶景に大興奮。網走湖、能取湖や
オホーツク海を挟んで知床連山など壮大な景色を楽しめます。うわー、すっごい綺麗。大人気の流氷ソフトクリームもいただきます。なんと青い塩は天然の色、とっても綺麗。いただきます。めっちゃ美味しい。オホーツク流氷館からすぐ近くのところにある花テントにやってきました。なんとね、ここは自転車で車両で回れるみたい。へー。砂利道だけど自転車でも一応行けます。うわー、でも結構あれかも。すごい蝶々がいっぱい飛んでる。本当はもっと回りたいんですけど、私のメインの目的である専門本線に乗るためにはちょっと時間がないので、モデルルートから自分の好きなところをかいつまんで今日は観光しています。そして早くも次がレンタサイクルでは最後の目的地になります。ということは専門本線に乗る時間も近づいているということで、信号機が縦だ。さっきは山の上にいたんですけど、今どんどん下っていきます。網走の街並み。永泉寺に到着。幼稚園になっているそうです。木の柱に屋根もよく見える日本のお寺の構造なんですけど、この緑の部分は明らかに木ではないんですよね。和洋折衷というのか。昭和の時代に様々な映画の舞台となった網走を現代に再現したレストラン。上映中のメニューから選んだのはオホーツク干し貝柱塩ラーメン。オホーツク海を眺めながらいただきます。バスへ乗っていよいよ網走駅へ向かいます。おー、かっこいい。掘られてるんだ。ここから専門本線に乗車します。駅前にはレンタカー屋さんやカフェ、ご飯屋さんもあったりしますね。駅構内には歴代のヘッドマークがずらり。かっこいいですね。網走から釧路まで行く列車は1日4本。これから乗る15時16分発の列車の前には6時39分、そして10時24分発が走っています。ありがとうございます。改札を入るとかっこいいラッピング車両がいました。他にもいろいろなラッピング車両があるみたいなので、どんな車両に出会えるかも楽しみですね。3番乗り場からの発車です。かなり年季が入ってますね。ホームは木造の屋根や全体に漂うレトロな雰囲気が、時間がゆっくり流れているようで心地がいいです。初網走駅。これは何の建物でしょうか。ホームの真ん中に木が植えられてますね。H100 型機動車テクモがやってきました。欲を言うと国鉄型車両の時に一度でも乗りに来たかったです。3月に全て置き換えられたみたいですね。シャープなデザインが現代の最先端という感じがしてかっこいいですね。
ロゴの雰囲気から少しおもちゃっぽくも感じて、とてもワクワクします。結構幅が大きい。新しいピカピカの車内、かなり大きい多目的トイレがあります。座席はクロスシートとロングシートがあり、全体的に広々としています。窓も大きくて雄大な景色を満喫できるのが楽しみですね。座席は少し固めですが、長時間乗るにはちょうど良さそう。他の地域の車両でも同じような座席の作りですよね。釧網本線は東釧路から網走駅間を約3時間で結びます。道東を縦に移動できるので便利ですよね。北海道の家はどれも三角屋根と思っていましたが、意外と平たい屋根が多いことにびっくり。桂台駅に到着。木で作られたホームとホームをつなぐ階段がとっても可愛いです。釧網本線は網走刑務所の囚人たちを労働力として建設されたそう。一番びっくりした歴史で興味深かったですね。知床斜里駅まではオホーツク海沿いを走っているため、車窓からはオホーツク海が見え隠れします。ポーという警笛の音もいいですね。オホーツク海に一番近い駅、北浜駅。冬は流氷が一番近い駅です。木造の駅舎はレトロな雰囲気。駅舎内には元駅長室を改装して作られた喫茶店があります。本当は行きたかったけど、列車の本数の都合上諦めました。ぜひ冬に行きたいですね。駅前がこんなに海に近いなんて最高のロケーションですよね。今日は天気も良くて穏やかな波と真っ青な海が綺麗で、時間を忘れて過ごすひとときです。ちなみに乗車率が結構高くて驚きました。網走から乗車していたのは1号車に私も含めて8人くらい。途中駅からは学生も乗ってきて、地元の雰囲気を味わうことができました。道東の自然が広がり、のどかで癒されますね。駅舎はログハウス風で思わず降りたくなります。さすが臨時駅。ここ目的の方も多いようで、ホームにはたくさん人がいました。海が近いこともあってか、屋根が錆びて剥がれていますね。何の建物だったんでしょうか。麦わらロールがコロコロたくさん転がっています。ひたすら自然の中を駆け抜けていく釧網線ですが、網走から知床斜里はあまり動物が出ないみたいです。それは明日に期待することにしましょう。山別駅の駅舎にはラーメン屋さんがあります。駅舎店舗シリーズ大好きです。読めないけど納得できる駅名がなんか好きです。さあ、もうすぐ知床斜里駅。斜里岳がドーンと見えてきました。今日は知床斜里駅で下車して、明日釧路駅まで行きます。独特な壁の窓から光が差し込む綺麗な待合室。ということで、知床斜里駅に到着しました。世界自然遺産知床の玄関口ということで、駅がすごいかっこいい。図書館みたいですね。駅前にはバスターミナルがあっ
て、結構駅前も整備されてて綺麗ですね。こちらは天然記念物のオジロワシ青銅像。冬の時期になると結構いるそうです。知床斜里駅からバスに乗って本日宿泊する知床第一ホテルにやってきました。とっても大きく立派なホテル。広々としたゴージャスなエントランスにワクワクがあふれます。すごい夢のような空間。お城に来た気分です。奥にはさらに広い空間が広がり、木のインテリアなども可愛い。そして大きな窓からはオホーツク海が見えます。ゴージャスな絨毯が気になって聞いてみたところ、職人さんが手織りで作ったものだそうです。早速お部屋へ。今回宿泊するのは東館展望風呂付きのコーナーデラックスです。こんなホテル見たことないです。どこの高級マンションと錯覚するくらいゴージャスな部屋にテンションマックス。このお部屋は最大4人で泊まることができます。一個一個のインテリアがすごい可愛いです。高級感もあって、ほら、触り心地がすっごいいい。でこんなに大きなテレビがある。イエーイ。そして外はじゃーん、目の前にね、オホーツク海。綺麗。そしてなんといってもこの音で、想像できるとは思うんですが、うわー、オホーツク海を眺めながらお風呂に入ることができます。お手洗い清潔でとっても綺麗ですね。電子レンジに大きな冷蔵庫、広めのキッチンもあります。そして秘密基地のような空間でテレワークもできちゃいます。そしてカーテンの向こうにはじゃーん、寝室です。お、ふかふか。めっちゃいい。テレビをこうやって見る。あ、ライトもすごいおしゃれだ。夕食会場マルスコイ。大きな船がお出迎え。知床第一ホテルといえばこの広い空間での豪華バイキングが人気とのことで、とっても楽しみにしていました。目の前で好きなものを切ってくれるお刺身コーナーに、揚げたてが楽しめる天ぷら。目の前で今作ってくれてます。ありがとうございます。そしてお寿司も目の前で握ってくれます。この特別な演出に食欲も一層かきたてられますね。人気のローストビーフも忘れずに。その他にも和洋中の料理がずらーっと。私はバイキングは基本全種類を少しずつ制覇したいのですが、さすがに諦めました。種類豊富で連泊しても飽きないですね。創作アイヌ料理始めたって、早く行ってよ。知床ならではの料理もたくさん用意されています。バイツブ、デザートコーナーも充実。ケーキ、ここには子供の行列ができていました。早速いただきます。まずは目の前で作ってもらったお料理を時間が経たないうちにいただきます。お刺身は新鮮でとっても美味しい。ホテルで美味しい魚を食べられるって嬉しいですよね。夕日が見たくて一度お部屋に戻ってきました。お部屋からオホーツク海に沈んでいく夕日を見る贅沢な時間。こ
この夕日を見ながら入る温泉は最高でした。洗面台広い。まず、洗面台が2面ですよ。浴衣はこんな感じです。知床第一ホテルの、多分、イメージカラー？お部屋用に、スリッパもあって、これもね、ふかふかで歩きやすいです。なんとプールもやってるそうです。大浴場に行く前に本を読んでリラックスタイム。すっきりさっぱりしてきました。お風呂がすっごい大きくて、内風呂だけでもいろんな種類があったり、一個一個のお風呂がすごい大きいんですけど、私的にすごい感動したのが展望露天風呂です。夜だし何も見えないかなって思ったんですけど、外に出てみたらなんとね、星空を見ながら温泉に入ることができるっていう、すっごい贅沢でしたね。ホテルから車でちょっと行くと、こんなに綺麗な星空が見えるそうです。眠い目をこすってでもぜひ見に行ってほしいですね。今日は結構早起きだったので、もうね、かなり眠たいです。ということで、お休みタイムに入ろうかなと思います。朝ごはんのバイキングも和洋中と種類豊富。知床名物アッペ飯、羅臼産のタラのバラコ醤油漬け。ここでしか食べられない料理も朝からたくさん用意されています。開放感抜群の席でいただきます。欲張りだから溢れちゃった。台湾の朝ごはん。部屋に戻ってもう一回休憩します。朝からお部屋の温泉に浸かってかなりリラックスできたところで、ホテルを後にして徒歩18分のところにある道の駅ウトロ知床区にやってきました。道の駅の右側には知床世界遺産センターがあります。ここは無料で入れて、知床の自然や動物について学ぶことができます。サインもたくさん置いてある人気店、三色丼を頼みました。美味しそう。海鮮好きな私にはたまらない丼です。
今日は船に乗ります。船に乗ってオホーツク海をね、満喫する旅に出るんですが、私は事前にネット予約して、当日現金払いなんですけど、当日来て、空いてたら、当日中の受付も行けそうでした。乗船前に事前に発見所で乗船受付をして向かいます。そして今日私は小型船に乗るんですけど、小型船は結構揺れて船酔い注意ですっていう風に言われたので、ちょっと怖くなって酔い止めも購入しました。乗船までは1時間以上あるので、知床八景のオロンコ岩に行くことに。衝撃の光景がタラララーンこれを登っていくわけですね。よし、頑張ろう。ちょっとかなり暑いので、熱中症対策とかはしっかり。高い。一段一段が結構高い。熱中症対策とかはしっかりしながら皆さん登りましょう。結構一段一段が高いのと不揃いなので、下見ながら歩かないと危ない。なんとか到着しました。うわー、見てください。オホーツク海と知床連山を一望できます。さっきから裏から見てたあの岩、ゴジラ岩ですね。すごいゴジラに見える。乗船場へはこの大きなオロンコ岩の中をトンネルをくぐっていきます。あー、涼しい。ずっとこの中にいたいです。北海道とはいえ、でも今日26度。なんか32度ぐらいありそうな気がするんですけど、そんなことないのかな。あの小型船に乗船します。ライフガードと双眼鏡も無料で貸してくれます。なんだか休憩中の恐竜みたい。船ならではの大きな岩に囲まれて進んでいくのも迫力があります。約90分ののんびりとした船旅を終え、港に戻ります。10分ほど歩いてウトロ温泉バスターミナルへやってきました。ここから観光バスに乗って知床斜里駅へ向かいます。予約を忘れてて当日電話したんですけど、買えました。この他にも違うスポットを巡るバスのコースもあるので、そっちもね乗ってみたかったんですけど、今回はね新コースに乗って観光しつつ知床斜里駅に戻って、そこからまた専門本線に乗車します。まっすぐ一本に伸びる道が天に続いているように見える天に続く道を車窓から見ることができたり、鹿さんたちにも会えました。こちらは食用の鹿だそうです。鹿の狩猟ルールなどもバスガイドさんが説明してくださって、バスガイドさんのお話がとっても面白く、あっという間の時間でした。お土産に人参ジュースもいただきました。さあ、ここからまた専門本線に乗車します。北の大地の入場券を購入しました。ちゃんとキャップが回収されている。アルファベットごとに動物や花の看板があって、探すのがとっても楽しかったです。昨日ぶりのデクモ、
本日もよろしくお願いします。昨日よりも乗客がさらに多くなっていました。北海道の自然や風景をイメージした絵がデザインされている座席。座席近くにアブが何匹かいて、私は本当に虫がダメなので一旦避難しに来ました。自動ドアじゃないのでアブもなかなか逃げられないみたいですね。大きな畑、両サイドに広がっています。何の栽培でしょうか。街と一体化するかのようにホームがあって突然現れるのでびっくりします。実は現在待ち合わせの列車の異常発見により10分遅れ。覆いかぶさるように左右に緑が広がっていて、実際に乗車しているとなかなか幻想的な車窓です。緑駅らしく緑色と木の絵が印象的。ここでアナウンスがあり、現在は少しずつ遅れが縮まっており、予定時刻通りに釧路駅に到着するとのこと。すごいですよね。外国人観光客の方なども多くいらっしゃいました。順調に走っていたところ、なんと次は踏切の故障によりまた遅れが発生してしまうというハプニング続きの日。20分遅れで出発します。貨車を改造した駅舎だそうです。この汽笛は踏切通過を知らせているのか、エゾシカに警告しているのか、どっちだろうと考えながら車窓を見ていると、ここら辺から一気にエゾシカの遭遇率が上がります。牛と鹿の群れ。こんな景色が見られるなんて感動です。もうこの辺りは鹿やタンチョウ探しに必死。30分が1分かのように感じられます。国内唯一のタンチョウが来る駅。駅舎というよりはお家みたいですね。こちらはシラルトロ湖。釧路湿原の中でも水鳥が多い沼だそうです。この日は少し天気も悪かったせいか、あまり見ることはできませんでした。鹿探しに夢中になっていたら、遅れは5分に縮まっていました。釧路湿原は遊歩道を歩くことができますが、遊歩道から外れて歩いてしまうと八千湖という湿地にぽっかりと開いた沼地に落ちてしまう可能性があるそうです。これはいわゆる底なし沼で、はまってしまうといくらもがいてもズブズブ沈んでしまうっていう、とっても怖いですよね。でも実際見たことがないので、どんなものなのかはすごく気になります。手の届きそうな位置に釧路川が流れます。
木造駅舎に少し霧がかって幻想的な雰囲気。天気がいい日には釧路湿原から見える夕日がとっても綺麗だそうです。汽笛が鳴り止まないことも多く、鹿が列車を怖がっていないことが伺えます。でも危ないので逃げてほしいですよね。一瞬失礼した後はまた元気に走り回ってほしいです。自然の中を走っていたので、道路が現れて釧路駅に近づいていることを感じます。建物も一気に増え、動物の世界とは離れてしまった感じがしてちょっぴり寂しい。コープまで見えて完全に人間の世界ですね。時刻は7時前ということで、辺りも暗くなってきました。約2時間40分の長旅もあっという間に終わりを迎えます。釧路駅に到着しました。しかもね、予定時刻ぴったりです。以前専門本線を走っていたキハ54型、実は明日乗る予定なので楽しみです。ルパン三世のラッピングトレインにも会えました。アーチ状になっているのは多分レールで作られていました。このフォームの構造は寒さや雪対策なのでしょうか。今回は網走、知床を楽しみながら専門本線を満喫してきました。車窓から見える北海道ならではの美しい風景に終始大興奮の旅でした。冬には真っ白な雪景色が一面に広がるので、季節を変えてまた改めてぜひ乗車したいなと思います。今回は観光列車に乗ったわけではないので、地域の生活を感じながらの移動もとても楽しかったです。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。雨かと思ったら霧です。地元の人は霧がかかってるとかじゃなくてガスっていうらしいです。なんだっけ、釧路ガス。